はいどうも、アンバージャックでございます。ご無沙汰しておりますね。皆様いかがお過ごしでございましょうか。ちょっとですね、ミシガンは最近寒くてですね、本日も気温がマイナス10度ぐらいなんですけれども、ただですね、3日ぐらい前まではずっとマイナス20度の日が続いてましたので、そういう状況が続くとですね、マイナス10度でもね、あれあったかいなみたいななんかちょっと感覚がですねバグってくるんですけれども、そんなわけでですね、私も家でゴロゴロとしていたわけでございますが、 YouTube を見ていますとですね、最近なんかスチールヘッドのアイスフィッシングみたいなのをやってる人は結構いるんですよね。この1月って結構ミシガンはですね釣り物がなくて厳しい時期かなと思ってたんですね。もう少し暖かくなって2月とか3月ぐらいになればゴーサーモンっていうのがまた釣れ始めますし、4月とかはですねスチールヘッドが釣れるし、5月とか、7月ぐらいまでスカマニアトラウトっていうのが釣れるんで、その後夏の間キングサーモンが始まりまして、でまた9月10月ぐらいはホウボウサーモンとかスチールヘッドで、11月12月もですね状況が良ければホウボウサーモンとかスチールヘッド釣れるんですけれどもね、この1月だけはどうしてもね氷がないところに行かなくちゃいけなかったんですけれども、ただこれですね、もしアイスフィッシングでスチールヘッドが釣れるということになれば、もうこれミシガンの鮭類逃げ場なしでございますね。本当に生まれ変わったらなりたくない生き物ナンバーワンでございますね。ということでですね、充実したミシガンのフィッシングライフを送るためにもですね、この1月にスチールヘッドが釣れるかどうかっていうのを確かめるのは必須の課題だと考えておりますので、ちょっとですね本日はアイスフィッシングでねスチールヘッドを狙いたいなと思いますね。でなかなかですね情報がなくて仕掛けがなんだとか餌がなんだとか、そういう基本的な情報がですね欠如しているんですけれども、これなら釣れるんじゃないのかなって仕掛けをいくつか作ってきましたので、今日はそういうものもご紹介してねスチールヘッドを釣れるかどうかトライしてみたいと思いますね。いや超寒いねこれ、めちゃくちゃ寒いわ。しかしすでにですねもうご覧の通りシリアスなねアイスフィッシャーマンたちがもう複数名いらっしゃいますからね、私も遅れを取るわけにはいかないんで、ちょっとね釣り場に向かいたいと思いますね。でこんな感じでねちょっと荷物をまとめてソリで引いていきますね。しかしこれ本当にすごい光景ですね。いつもここら辺から昭和から釣りしてんのに、まさかねこうやって湖のね上を歩く日が来るとはね。普段ね凍ってない時に釣りしてるんで、どこら辺で釣れるのかっていうのは分かってるつもりなんですけど、ちょっとねこの辺でやってみますかね。ねデッキの下はね凍ってないんで、あそこに近づいたら危ないですね。でもここら辺だったらね割と氷は熱そうなんで大丈夫なんじゃないのかなと思いますね。で、湖が凍ってない時、僕は桟橋からねよくスチールヘッド釣ってたんで、アトランティックサーモンとかもそうなんですけど、多分ねここら辺がいいんじゃないのかなと思ってますね。ちょっとやってみましょうか。じゃあまずはねシャンティというテントを立てていきます。アイスフィッシングでよく使われるねあんな感じのポップアップテントなんですけど、ちょっとねそのシャンティってやつを立ってねオシャンティーな感じでね釣りをしたいと思いますね。これがですねアイスフィッシングで氷に穴を開けるドリルですね。人力でやる人もいるんです。スコップと穴開きスプーンです。シャンティーをね
や、すっかり明るくなりましたね。まあ、しかしおかげさまでね完成いたしましたよ。ほらね、まあ、ということでね、ちょっと中を見てみましょうか。はい、お願いします。こんな感じでございますね。ここに僕が先ほど作った穴がございますね。まあ、ここでね基本的には釣りをしていくと。で、今日はこの穴の他にですね、いくつか手にですねネットを仕掛けますので、3本ぐらいね竿を出してやっていきます。はい、ということでひとまずね準備は完了いたしました。よいしょ。まず餌ですね。餌今回はですねちょっと3種類ありまして、シュケインってやつですね。シュケイン何かっていうと、これキングサーモンの卵です。で、僕が去年釣ったやつをまあ、こういう形でちょっと色つけたりして、でこう保存できるようにした状態のこれ餌ですね。まあ、トラウト系なんでイクラは非常に有効なんで、このシュケインを使おうかなと思います。そしてね、これがちょっとグロ注意なんですけど、ワックスワームってやつですね。中身がねまあ、こんな感じでねクソでかい芋虫みたいなのが入ってますね。そして最後ね、これミノーですね。まあトラウトたちはねフィッシュイーターなんでこの小魚が好きですからね、こういうのを使っていきます。でね、それぞれを別々に使うのではなくて、まあ、例えばシュケインとワックスワームを組み合わせたりミノーとワックスワームを組み合わせたりして、まあ、そんな感じでちょっと餌の抱き合わせでやっていこうかなと思います。まあ、いよいよねこれ仕掛けのご紹介ってことなんですけど、ちょっとね僕もこの釣りやったことがないんで、まあ、これがね果たして正しいのかどうかちょっとよくわからないんですけど、まあやってみたいと思います。で、まずロッドですね。ロッドはこれアイスフィッシング用のロッドですね。長さ1メートルもないですねこれで。それに対してですね、仕掛けの構成としては僕はねちょっとこんな感じでやろうかなと思ってますね。これ浮き釣りのように見えるんですけど、まあ、実際この浮きはですね棚を正確に取るためだけの役割ですね。ここはですね、まあ、凍ってない時に僕水深を測ったりしたんですけど、だいたい水深が2メートルぐらいですね。で、ひとまずこれ針がありまして、針はこれチヌバリみたいなやつですね。こっちでいうオクトパスって名前の針なんですけど、でこれをエグループノットっていうので結んでます。まあ、エグループノットはね過去に僕紹介した動画あるんで、それ見てもらえるといいと思うんですけど、でこれハリスはですねフロロコーティングの、まあ、ナイロンの6ポンドですね。ちょっとアイスフィッシングだとやっぱこう気温がね今でもマイナス10度とかそれぐらいなんで、水分がつくとすぐ凍ってしまうんで、あんまり水分をねこう吸収したりしないフロロの方がいいんですけど、フロロはね今度はこう糸癖がつきやすいんで、僕はこのフロロコーティングのハリスを使ってます。これは6ポンドですね。ちょっと細いです。で極小のサルカンがありまして、でその上にまた8ポンドのフロロコーティングのナイロンですねを結んでます。でこれ浮きがあるんですけど、まあこの浮きでですねちょっと棚を正確に設定してで釣りをしようと考えてます。じゃあね、どこに仕掛けをセットするかですけど、まあとりあえずここら辺にしてみようかな、適当に。穴が開いた後にこうガコガコやることによって穴の側面がですね滑らかになりますので、ライン切れとかが防げるらしいです。このマシーンが登場いたしますよ。これはねジョージャッカーというアイテムですね。ジョージャッカー
竿立てなんですけれども、同時にですねこれ魚が食った時にフッキングできる、そういう機能を備えてますね。どうやって使うかって言いますと、これですね、これセットします。仕掛けます。そしたらぐーっと曲げて、いずれにせよね、はい、こういう道具です。いや、これ釣れたら面白いだろうな。こんなね、僕ね偉そうに言ってますけどね、やったことないですからね、シルヘッドのアイスフィッシング。はい、久しぶりのご対面ですね。これキングサーモンの卵ねえ、元気にしてましたか。ここにこうやって挟んでいきます。完璧。すぐ氷が張る。あった寒い。いいんじゃないこれで。次行きましょう、次。はい、OK。ビン立ちしてるわ。見て来たよこれ。来たねこれ。おおマジか。瓶でやばい。アイスフィッシングでとうとうサーモン系来ちゃう。何が出てくるんだ。ありのままの姿、ありのままの姿を見して。やばい結構な大きさよこれ。よっしゃ、もらったぞこれ。出てこい。うわ、パイクじゃん。なんだパイクか。パイクちゃんでございましたね。瓶立ちで驚かせていただきましたが、出てきたのはノーザンパイクでございましたね。これノーザンパイク、ちっちゃいね。お帰りください、健やかに。よし、もう帰ろう。はい、ということでですね、今回はね、アイスフィッシングでスチールヘッドを狙ってみましたが、ちょっとですね、なかなか、初めてのチャレンジということもあって、スチールヘッド釣れなかったですね。ただ周りはですね、ちらほら釣れてる人どうもいたようで、アイスフィッシングでもね、釣れるっていうことがなんとなく分かってきましたね。
でもやっぱり自分で釣らないと実感がないんでね、次回はですね自分で釣ってみたいなと思いますね。あと代わりにパイクが釣れましたね。で僕ちょっとなんかパイク見た目がね気持ち悪いんでリリースしちゃったんですけど、近くで釣りしてた人曰く結構ねパイクって食べたら美味しいみたいなんで、次はねパイクが釣れたら食べてみようかなと思ってますね。はい、というわけで、今回はですねパイクが1匹釣れたんでいい釣りになりましたね。また次の動画でお会いいたしましょう。